皆さんこんにちは、いちです。本日使う食材は玉ねぎなんですが、フランスの玉ねぎの中でも一定の期間しか出回らない特別な玉ねぎを紹介します。こちらはフランス南部はセベンヌ産のスイートオニオンです。辛みが少なく苦みは全くない生のままで食べても楽しめる玉ねぎです。そして加熱することで柔らかく甘みと旨みが際立つ旬の食材です。何世紀もの間、栽培方法は変わらず、8月から9月に手作業で収穫され、乾燥させてから販売前に外側の皮を除去してから売られています。この旬の玉ねぎを使ってつなぎを全く使わないオニオンタルトを紹介します。もちろん普段から購入できる玉ねぎでも今回のレシピを再現できるので一緒に作っていきましょう。まずはタルト生地から作り始めます。焼き上げるとパイ生地のような食感になるパートブリゼは甘みがなく水分の多いフルーツ系のタルトやフランス郷土料理でおなじみのキッシュなどに使われることが多い生地です。パイ生地と大きく異なる点はバターを織り込まずに短時間で簡単に作ることができます。冷凍保存もできるので作れるようになるととっても便利な生地です。注意点はすべての材料をしっかり冷蔵庫で冷やしておく必要があります。詳しい解説はこちらの過去動画を参考にしてください。細かくしたバターを薄力粉に混ぜていくため素早い手作業が求められます。ある程度生地が混ざったら上から押さえるようにして生地をまとめます。水分を入れてからはこねないのがポイントです。分量を増やして作る際はフードプロセッサーを使うととっても簡単に作ることができます。生地を平らに四角くのして乾燥を防ぐためにラップで包んでから冷蔵庫で一晩休ませるのが理想ですが、時間がない場合は1時間ほどでも OK です。パートブリーゼを休ませている間に玉ねぎの調理に取り掛かります。玉ねぎは繊維に逆らってできるだけ薄くスライスして炒めるだけです。今回もとっても簡単なレシピです。ご家庭でも再現できる玉ねぎの美味しい魅力を引き出して味わうことができるのは一つ一つの調理工程の中に美味しくするための要素が詰まっているからです。別で玉ねぎ2つをアルミホイルで包みオーブンでローストにします。これだけでも片手間で美味しい玉ねぎのローストを作ることができます。それでは玉ねぎスライスを炒めていきます。オリーブオイルを入れた鍋に玉ねぎを入れて塩はすぐに加えます。塩は初めからしておくことで玉ねぎから水分が出やすくなり、旨味と甘みを引き出しやすくします。火加減は中火です。まずは玉ねぎ全体が熱くなるまで炒めます。蓋をしてから玉ねぎを炒める時間は30分ですが、鍋の種類や各ご家庭にあるガスコンロや IH の威力は一定ではないので、長くても10分おきに蓋を開けて中を確認してください。目指している仕上がりは柔らかくて透き通るような見た目の玉ねぎのコンポートです。玉ねぎの旨味と甘みだけを引き出して凝縮したいので鍋肌に焦げ目はつけないように炒めています。蓋をしているのは玉ねぎから出てくる水分と鍋の中に熱をとどめて蒸すように炒めることで短時間で玉ねぎに火を入れるメリットがあるからです。こちらが30分炒めた玉ねぎです。これだけでもすっごく美味しいんですが、コクと香りを強めるために火を止めてから少量のバターを加えました。しっかり混ぜ合わせたら別の容器に移して保管しておきます。丸ごとローストした玉ねぎをオーブンから出したらアルミホイルの中で15分ほど休ませておくとしっかり火を入れることができます。使用しているスイートオニオンは1玉 100g 前後です。オーブンで約1時間で火を入れることができましたが、玉ねぎのサイズが大きくなるほど加熱時間は長くなるので10分おきに加熱時間を延ばして火の入り具合を確認してみてください。半分にカットしてから皮を剥くと簡単に取り外すことができます。玉ねぎのローストは盛り付ける際の見た目の引き立て役で準備しているので、もし余裕がある方はぜひ挑戦してみてください。続いてパートブリゼを伸ばして型にはめる工程です。冷蔵庫から出したらパートブリゼを半分に分けて1つ約 90g 前後に調節しました。冷たい状態のパートブリゼは硬くて伸ばしにくいです。はじめは綿棒で上から押して硬さを調節してから伸ばし始めるとスムーズに伸ばすことができます。
生地を均一の厚さに揃えるために、このように45度ずつ回転させながら少しずつ伸ばすと厚みにムラなく伸ばせます。今回準備したタルト型の大きさは直径が10センチ、高さが2センチのセルクル型です。パートブリゼを型に敷き詰めていきます。隙間ができないように特に角を気をつけます。一度角を決めてから外側の余った生地を持ち上げて下に押し込むようにすると角が決めやすくなります。外側の余分な生地はカットして取り除きますが、それでも約1センチほど残した状態にしておきます。パートブリゼは焼くとどうしても焼き縮みが起こるので、このように少し余分に生地を残しています。フォークで生地に穴を開け、焼いている時に生地が膨らみにくいようにまんべんなく空気の逃げ道を作ってあげます。さらにアルミホイルを生地に貼り付けます。アルミホイルは一度軽くまとめてくしゃくしゃにしてから扱うとタルト型に合わせやすいです。最後に重しのタルトストーンを乗せてからオーブンで焼きます。タルトストーンは約 300g、1つのタルトに対して入れました。タルトストーンがない場合は乾燥した豆やお米に塩で代用することができます。オーブンで約25分様子を見ながら焼いてください。オーブンから出したら重しを外すと底の部分はまだ焼けていません。追加で5分から10分ほどオーブンに入れて再び様子を見ながらしっかり焼き色をつけてください。全体的に綺麗な焼き色がついて角もしっかり決まっています。周りの余分な生地を包丁を使い取り除きます。少しずつ包丁を上下に動かしてカットしてください。玉ねぎのコンポートは冷ましてから盛り付けていますが、温かい状態でタルト生地に詰めても OK です。1つのタルトに対して約 130g、タルト生地の上部までたっぷり玉ねぎのコンポートを詰めましたが、量はお好みで調節してください。仕上げにオーブンに入れて玉ねぎの余分な水分を飛ばし、コンポートがタルトになじむようにします。タルトをオーブンに入れている間に飾り用の玉ねぎのローストを仕上げていきます。こちらは中火で熱したフライパンにオリーブオイルをひいて断面に焼き色をつけます。柔らかくて甘さが引き立っている玉ねぎに焼き色をつけることで香ばしさと見た目の美しさを加えます。焼き色がついたらほんの少しバターを加えて香りをまとませます。最後にほんの少し塩を振ったら完成です。それでは盛り付けていきます。もうこれだけでも十分美味しいんですけど、柔らかい口当たりで甘みが際立つ玉ねぎと相性の良いパルメザンチーズを最後に振りかけます。市販の粉チーズよりもやっぱり香りと味わいが印象の強いブロックのパルメザンチーズをこのようにすりおろすと見た目も綺麗ですし、ふんわりとした口当たりになるのでおすすめです。黒胡椒をほんの少しだけ振りかけて焼き色をつけた玉ねぎのローストをのせたら完成です。出来たてで温かい状態でも、もちろん冷めて冷たくなってからでも、どちらでも美味しく召し上がることができます。断面はこんな感じです。いいですね。パートブリゼの中途半端に余った生地はまとめてから平らに伸ばして長方形などのお好みの形にしてオーブンで焼いちゃいましょう。そうすればタルト型に敷き詰めなくてもこのようにビールやワインなどのお酒のおつまみとして楽しむことができます。チーズを振りかけてからオーブンで焼き直しても美味しそうですね。とってもシンプルな見た目ですが、口の中に含むとバターの芳醇な香りとほろっと崩れる食感のパートブリゼに甘みと旨みが際立っているしっとりしている玉ねぎのコンポートとの相性は抜群です。全体の味わいを引き立ててくれるパルメザンチーズにみずみずしい玉ねぎのローストも見た目だけでなく香ばしい香りが加わりとっても美味しいです。
出来たてを味わう美味しさもありますが、一晩経って玉ねぎの水分が生地に馴染んだ一体感のある味わいも最高です。玉ねぎの魅力を味わえる簡単レシピをぜひご家庭でもお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。